けましておめでとうございます。ゆきです。2026年が始まりましたね。今年こそは日本語をマスターするぞとやる気に満ち溢れている方も多いと思います。でもそのやる気12月まで続きますか？今日は私が日本語教員試験に合格した時に使った絶対に挫折しない逆算計画法をお伝えします。この動画を最後まで見れば今年の目標達成率がガラッと変わります。皆さん、今年の New Year's Resolution、今年の抱負はもう立てましたか？計画を立てるのが苦手とか、ついサボってしまう、なかなか続けられない、そんな悩みはないですか？実は私も前はそうだったんです。私は学生の頃からこんな風にきちんと計画を立てて勉強できるタイプではありませんでした。学生の頃は全然勉強が足りてなかったんです。その時は一生懸命頑張っているつもりだったんだけど、今振り返ってみると全然勉強が足りていませんでした。多分勉強の仕方もあまりよく分かっていなかったと思います。今日は私がきちんと計画を立てて勉強できるようになった方法をシェアするので参考になれば嬉しいです。大切なのは逆算です。逆算。で、この計画には3つのステップがあるので1個ずつ説明します。1つ目、5年後の理想を決める。2つ目、その次に5年後の理想になるために1年後、2年後、3年後、4年後、どうなっていたいか決める。最後にそのために今日何をするべきか決める。まず最初に5年後にどうなっていたいか理想の自分を決めます。5年後って言ってもわからないことが多いので理想を決めるっていうのはちょっと難しいかもしれないんだけど、例えば、1年に1回は海外旅行に行けるような生活がしたいとか、日本のドラマを字幕なしで見れるようになっていたいとか、そんな感じでも大丈夫です。ちなみに私は5年後には日本以外の国でも日本語学校で働いていたいと思っています。では次に5年後その理想の姿になるためにはこれから先1年後、2年後、3年後、4年後、それぞれ何ができるようになっていたいかを細かく決めていきます。例えば5年後に、日本のドラマを字幕なしで見れるようになっていたいから、じゃあ4年後までには N2 を取りたいとか、日本人の友達とスムーズに会話ができるようになっていたいとか、その目標の、5年後の前段階で達成したい目標を決めていきます。で、それぞれ1年後、2年後どうなっていたいかっていうのが決まったら、じゃあその目標を達成するには1年間でどれぐらい何をやらないといけないっていうのがだいたい決められますよね。例えば1年後に N3 を取るって決めたら、じゃあ1年で N3 を合格まで持っていくには1年間に600時間勉強しないといけない。じゃあ600時間を1年間で勉強するには1日2時間以上は勉強しないといけないみたいな感じで計画を立てていきます。こんな風にして5年後の理想、5年後に自分がどうなっていたいかっていうのを先に決めて、そうなるためにはまず5年間でこれとこれとこれとこれができるようになっていないといけない。じゃあそのためには、毎月これをやって、それを達成するために1日にこれだけやらないといけないっていうのを決めていきます。で、
大切なのは、決めたことは自分との約束だからきちんと守ること。私はよく体調を崩すので、例えば1ヶ月に3日ぐらい体調を崩すかもしれないっていうのを最初から予定に入れておきます。だから、なんだろうな、きつすぎるスケジュールじゃなくて、ちょっとバッファーを入れておくといいと思います。例えば1ヶ月30日で計算するんじゃなくて、3日ぐらい体調を崩すかもしれないと思って、1日のこのタスクかける27とかで計算して、じゃあこれぐらいでちょっと余裕を持って達成できるなっていう目標を立てるといいと思います。そしたら、例えば体調を崩してしまった時に自分を責めたりとか、それで、できなかったってストレスを抱えることがなくなるので、この方法がおすすめです。そうすると結構継続できると思います。私の今年の目標は、日本語学校で、日本語学校で先生として働いて、まず先生としての経験を積み上げることです。多分今よりものすごく忙しくなってしまうと思いますが、私も新しい環境で皆さんと同じように頑張ります。皆さんの2026年の目標は何ですか？日本語が入力できる人は、ぜひ日本語を使って2026年の目標をコメントに書いてくださいね。一言でもいいので、ぜひコメントを残してください。もちろん入力が難しい人は英語でも皆さんの国の言葉でも大丈夫です。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。